今日は気球を描いてみたいと思います。今朝積んできた気球です。ガラスコップに入れて描きます。紙はね、ランプトンを 3P サイズに切っています。なるべくシンプルに描いてみようかなと思います。今日の絵の具です。ホルベインです。オペラ、レモンイエロー、サップグリーン、セルリアンブルー、ウルトラマリンディープ、バーントアンバー、以上6色で描いてみようと思います。今日ね、ちょっと筆の紹介もしときます。あんまり凝った筆ではないんですけど、これ今日使う筆の中で一番大きいラファエロの11号です。それから次に大きいのがラファエロの0号です。ちょっとタイプが違いますけどね。これはダヴィンチの0分の2号です。メーカーによってね、同じ号数でも大きさが全く違ってたり、筆の長さが全く違ってたりしますので、一概に号数で、大きさが比べられないんですけど、ラファエロとダヴィンチです。それからこの細い筆がダヴィンチの2号です。同じ2号でもね、細長いタイプです。それでこれがアルテージュのね、ごく普通の筆で、ちっちゃいポツポツをつける時なんかにはね、この硬い筆がいいですね。細かいところをちょっと削ったりするのにはこのちっちゃい平筆、安いものです。スパッタリングする時にもね、こういう安い筆の方がいいですね。これは日本画用の刷毛です。大きく水で濡らしたりする場合はとても便利かなと思います。今日もね、マスキング液をちょっと使います。ホルベインのね、マスキング液です。いつもね、何を使ってマスキング液をつけるかって悩むんですけど、いろいろ試した結果、結局ね、割り箸を削って使ってます。先っちょの削り方でね、太くしたり細くしたりできますし、すぐダメになっても次が削ったらいいわけなので、一番気が楽に使えるかなっていう気がしますね。色見本を作ってみます。この紫色なんですが、青っぽいところと赤っぽいところと両方欲しいわけです。オペラとセルリアンを混ぜて、混ぜ切らないで使うと赤っぽいとこと青っぽいとこと両方できますね。だからちょっと暗い部分だとオペラとウルトラマリンディープですね。これもあんまり混ぜ切らないで使うっていうことでね、少し赤っぽかったり青っぽかったりできるかなと思います。で、葉っぱなんですが、サップグリーンをね、今使った紫色と混ぜてもいいですし、さらにバーントアンバーを入れてしっかり暗くしてもいいかなと思います。で、レモンイエローを用意してますが、おしべめしべの部分ですね、もうほぼ白なんですけど、少し明るいレモンイエローを使ってみたり、バッグにね、ちょっとだけレモンイエローを効かして全体的に明るい感じにしてもいいかなと思います。こんな感じでやってみようと思います。じゃあ下書きをねしてみます。で、今日の光なんですが、右上からにしておきます。コップ、実物大で描きますね。真ん中よりは少し左寄りに描きます。で、こういうふうにねカットしてあるんです。あまり厳重に考えなくていいかなと思います。ちょっと雰囲気だけね捕まえてっていうことでいいんではないでしょうか。そして真ん中はここなんですね。この辺りにメインとなる気球をもう配置したいわけですね。こんな感じですかね。で、大きな流れとしてはこちらに大きく出して、こちらに少し小さめに出すっていうことでいいかなと思います。次々に咲いていくべきです。こういう流れを作っていくっていうことですね。一輪でもあれば少しずつ向きを変えながらねスケッチできますので、茎から柄が出て柄の先に脂肪があって花がつくっていうことなんです。横向きとか後ろ向きに描く場合には必ず脂肪を描く必要があります。後ろ向きもねちょっと入れときましょうか。つぼみもちょっとこの辺りに入れときますね。
ちょっとこれ重なりがないので、ここにコップにかかるように下向き加減のを入れておきます。おしべめしべです。白く残しておきたいのでマスキング液を使います。おしべは5つあります。めしべも開くと先っちょが5列します。いらない線は消しておきます。コップの底をきっちりライン取りをしておこうと思います。じゃあちょっと乾くの待ちますね。はい、マスキング液ね、乾きました。今日は右上からの光なので、こういうところはね、ちょっと白っぽく残したいわけです。その外回りにちょっと色をつけていこうと思います。オペラとセルリアンです。残したいところの外側にこの色をつけるっていうことですね。別に残す必要ないんですけどっていうところはこっちに色を置いていきます。はい、しっかりお水でぼかしておきます。ティッシュでバラバラと取っておきます。暗い部分を作りたいので、ウルトラマリンディープを足します。暗い紫っていうことですよね。鉛筆で書いてある気境以外にもありますよっていう前提で書くわけなんです。例えばここがすっぽり抜けちゃってるわけですね。後ろの気境の一部が見えていますみたいなつもりで書かれると充実した画面になるかなと思います。じゃあこの色にね、サップグリーン足しますね。茎とか葉っぱのある部分に入れていきます。それとコップの中ですね、この中にちょっと入れておきます。バンタンバをさらに加え、暗い色を作りますね。ここが一番暗い部分です。だんだん右上に向かって明るくしていくんですっていうことが確定できるっていう感じですよね。これもちょっとね、吸い取っておきます。はい、じゃあ少し乾かします。はい、だいぶ乾きましたので細かい作業に入っていきます。細い筆使います。点描を少し入れておきますね。セルリアンブルーとオペラですね。勢いよくやっていただいた方がいいかなと思います。こういうふうに全部書いてしまいましたっていう時はお水でちょっとぼかしてください。つまらない線で囲ってしまわないっていうことが大切です。茎に行きます。茎と葉っぱ、そして学具ですね。これをね、ちょっとこう書いておいてください。そして葉っぱも大体の感じで入れてください。少しね、大きな葉っぱも欲しいので、この下から出た葉っぱです。はい、そして中に行きます。これちょっと白地が多すぎますので、ペラ多めにしておいて入れてみます。綺麗かなっていう気がします。で、ガラスなんですが、ガラスを見ながら、暗く見えるところを設定しておくっていうことです。はい、ちょっと足らずをね、足しておきます。
少し線描を足します。ウルトラマリンディープとオペラです。はい、じゃあちょっとここで乾かします。乾きましたので、マスキング液を取ります。レモンイエローです。入れておきます。黄色を少しね、入れておこうと思います。ちょっと明るい感じになりますのでね。ここがね、ちょっと広すぎるんですね。紫色です。しっかり垂らし込んでおきます。鼻の中乾きましたので、葉脈を書き込んでいきます。しっかりついてはいるんですけど、ほどほどにね、あんまりやりすぎるとちょっといやらしくなっちゃいますので、ところどころに入れてくださったらいいですよ。底の部分が手抜きの感じがします。そこの分厚さでいりますね。少しね、軸が足りない感じがします。少し色を足しておきます。それとここの額がね、ちょっとまだ塗れてなかったので、ちょっと塗っておきますね。はい、コップの中の茎ですね。かなり暗くってもいいような気がします。ちょっとね、入れときます。ちょっとずつ足りないところがね、出てきています。おしべめしべの黄色の下の部分ですね、ちょっと暗くしときたいので、バントアンバーで暗くしておきます。はい、じゃあこれでね、一応完成っていうことにしたいと思います。また足らずはね、時間を空けて乾いて薄くなりますのでね、それから後に少し加筆をするべきかなと思います。じゃあ一応完成っていうことにしておきますね。時間が経ってね、ちょっと足らずを足してみました。非常にここが曖昧だったので、コップの上の縁ですね、足して中に紫色を入れてみました。それからここの部分の重なりが全然全くできていなかったので、こちらが上こちらが下っていうことがはっきり分かるようにしました。脂肪から額にかけての描写ですね、この辺ちょっと曖昧だったので足してみました。花の中の葉脈、葉っぱの葉脈、ちょっとずつ足してみました。全体的にね、色がちょっと薄くなっていましたので、ところどころ色をさらに入れて深い色になるようにやってみました。今日は簡単に気境を描いてみました。